実際どうなんだろうっていうのが、そうそうそう水回りがねコメントも多かったから、水道、トイレ、シャワー、どれぐらいね水が出るのかとか、お湯が出るのかとか、どうやって捨てるのかとかね。ここを開けるとタンクが入っております、この状態でお湯が出るはずなんだけど、すごい熱っ何分間お湯が出るか、現実的にどれぐらいでシャワーできるか。これでシャワーになるね。水圧すごい弱いね。そう、こっち弱いんだよ。超時間かかりそうだよね。不安定感はあるよね。トイレ、はい、ちょっとこれ開けます。もう嫌な人はここで見るのをやめてください。あれロックが取れなくなっちゃった。おはようございます。おはようございますすごいですね、パーティー。すごい憧れだった、縁側焼肉パーティーです。すごいちょうどいいじゃん、その椅子。これね、そう箱になってるベンチ、いいですね。いいですね、頑丈だし。カインズのやつだよね。そうです、カインズのね。このテーブルもめっちゃ良かった。フィールドアの、フィールドアって書いてある。フィールドアの180だっけ、そう、180のハイにすると70ぐらいあるんでしたっけ。そうです、70で、この棒を下にくっつけてるだけなんで、これを取ればローになるんですけど。伸びるんじゃなくてくっつけるタイプ。そうなるほどね。だからもうどっちかって感じ。イベント用にね買ったんだよね。そうなんだけど、ぶっつけイベントが怖いからちょうどいいやと思って出してみました。すごいいいサイズじゃん。広々。広々。こう180あるからね、ここからここ。そう、通常だとこのぐらい多いじゃん、こうパタンって開くやつだから、ここまでってなると、別に狭くはないけど、この長さあるとすごいね。ね、商品置けますね、これだったら。置けます。そう、イベントの物販用に買ったんですよね。そうです。そしてこの買ってきたお肉とこれだけいただいたやつだね。そう、大好き、ふもっと、焼き鳥もやっちゃおうかなと思って、パンもやるけど、ちょうど今日キャンピングカーの水回り動画を撮ろうとしてたんですよね。そうです、結構疑問、キャンピングカーをこれから考えている方の結構一番の疑問点というか、実際どうなんだろうっていうのが、水回りがねコメントも多かったから、水道、トイレ、シャワーについてちょっと動画をね撮ろうと思っております。その前に腹ごしらえ腹ごしらえその前に腹ごしらえという。腹ごしらえ分かったからということで、ご飯食べたらなんですけど、こちらのバース君、水回り関係の動画って一回も作ったことなくて。そうですね。こういうシャワーとかさついてるよっていうのは撮ってるけど、トイレとか、実際どれぐらいなもんなのかみたいな、自分たちもそうだったけどイメージが結構つかないと思うんですよ、使えるってどんだけ使えるのみたいなね、そうって思うじゃん。今日はちょっと実際に使ってみようと思います。どれぐらいね水が出るのかとか、お湯が出るのかとか、あとどうやって捨てるのかとかね。それも多分すごい気になるポイントだよね。そうちょっとね、とりあえずここでバーベキューやってから。じゃあさ、汗水垂らしまくって激しく食べていただいてからシャワー浴びたらいいんじゃん。いや、シャワーもう浴びたんで大丈夫です。そうなん、じゃあ足を汚してお湯を出そうと思うんで、ボイラーだけつけときます。ここ見てください、これ。ここにこれがねポットみたいなやつ、部活ポットみたいなやつ。確かに麦茶が入ってそうな、これがボイラーなんですよ。なんでこれをまずつけとかないとお湯が出ないんで、とりあえずこれのスイッチを入れとこうと思います。バース君は、これ上にやると、ボイラーと FF ヒーターなんだけど、ヒーターはいらないんで、ボイラーだけ、もう給湯器だけつけたいんで、この下こっちにスイッチだけ入れとくととりあえずお湯作ってくれるんで、それだけやっておきます。溜まっているタンクの水からお湯を作って溜めてくれると、そうガス開けないと、こっちガス開けてあげないと火がつかないから。これは8キロ缶っていうのが2つ入ってます。もう家で使ってるようなやつだよね。今オレンジついてるでしょ。これが消えたら何分か分かんないけど、とりあえず待ってみます。60度。60度で今やってる。使う時はこう水と合わせて温度調整するから。風が強くてち
風よけをうまくやりながら。これ初どうぞ。初？うん。初どうぞ。初いただきます。どうぞ。うわ。どう？すごい。美味しい？うん。あじゃー。柔らか。うん。すごいね。柔らかい。これ。筋肉用の。うちらニラ大好きだよね。うん。にゃんにゃんっていう埼玉のさ、うん、ソウルフード。ソウルフード。ソウルフード。ソウルフードだってもう県じゃない。県の。ソウルフードもさ、うん、ニラじゃん。うん。ニラ入ってるし。うんうん、太郎ちゃんニラ玉好きだし、うん、もつ煮も好きだし、うん、うちの家系はニラが欠かせない。家系？あ、うちの家はニラが欠かせない。これすぐ焼けるんじゃないかな。焼ける？すぐ焼けるんじゃないかな。ミルクのがさ、絶対飛ぶからさ。うまいでしょこれ絶対。絶対、うまい。うわ。どうぞ。ありがとうございます。はい。どうぞ。適当に伸ばしてください。できた。いただきます。いただきます。マジ高級焼肉なんだけど、ステーキだけど溶ける。溶ける。本当に。タレもめちゃくちゃ美味しいね。タレうま。甘いね。甘いね。ご飯3杯いくれるわこれ。はい、ごちそうさまでした。なんか私風で、さっきのニラのタレが吹き散らかされたのか、全身ニラだれでした。着替えました。そうですか。風やんだし。本当だよ。はい、ということで本題なんですけども、今日はねこちらのバース君、はい、古いキャンピングカーですけども、はい、我が家はこれを190万円で買ってきました。買ってきたんです。はい、まあいろいろ細かいね問題はあるんだけど、今のところ順調に乗れております。そうですね。でこのサイズのちょっとこれは輸入車なんでちょっと大きいけど、まあ、よくあるキャブコンのサイズ感だと思うんですよ。日本だったらトラック型っていうのかな。長さはね 5.7 メートルぐらいのサイズになります。はい、これについてる水回りについてちょっと説明していきたいなと思います。はい、まあ、実際トイレとかシャワーとか水道とかどんな感じで使えるんですかっていうね、はい、水についてちょっと実験も含めてやっていこうと思いますのでよろしくお願いいたします。でこちらなんですけど、清水タンクっていうタンクが120リットルございます。清水タンクっていうのはきれいな水を入れるタンクですね。こちらからこの車体左側のそこを開けると、はい、これでここからホースで水を入れるわけですね。そうすると中にあるタンクにきれいな水が溜まっていくっていう感じです。でホース入れて放置しておけば、まあメーターで見ててもいいんだけど120リットル結構もう全然わかんないから、僕はいつもこれがブシャーって溢れたら終わりっていう感じにしちゃってます。中にもねタンクがあるから、こんな感じっていうのは見れますけど、タンク見ながらでもできるし、メーターもあるんでメーター見ながらもいけます。これは給水ですよね。排水についてはこの下からジャーって出てくるんだけど、ちょっとそれも後でやってみたいと思います。はい、でねボイラー止まってました。どうぞ。早かったね。多分ね30分ぐらいなのかな、沸くまで。まあ普通にお湯沸かすっていう感じなんで、清水タンクなんですけど、この席の下ですね、ここを開けるとタンクが入っております。今開けると結構重いパンパンの状態でこの間出発して、ほらパンパンです。もうほぼマックスですね。ここまで入ってる。歯磨き1回したぐらいだね。そうだよね。だからほとんど120入ってる感じです。
排水タンクについては、確か80リットルって書いてあった気がするんですよ。はい。ちょっと少ないんだよね。ライト消えました。あ、オレンジがなくなりました。うん。なんで今もうお湯が沸いてる状態のはず。はい。でここにこれ電圧の針なんだけど、バッテリーとかの、うん、この水のボタンを押すと水が入ってますよっていうのも見れます。一応これなぜかね、もうほとんど満タンなんだけど4分の3ってなっちゃうね。うん、でこっちが下が排水タンク。じゃあほぼ空。水道を出す時はこれオンにしないと水道が出ない。これをこう持ってくるポンプの電源なのかな、うん、この状態でお湯が出るはずなんだけど、すごいこんな勢いだったっけ？マックスやったらそんぐらい出るよ。こんぐらいだったっけ？うん。これでお湯が出れば、熱っめっちゃ湯気出てるよ。熱いっす結構水強めで、真ん中ぐらいかな。あ、そうだね。真ん中でちょうどいいわ。これでお湯が使えると。で、まあ水道、こっちのシンクはいいんだけど、うん、こっちじゃない？問題は。うん、こちら、ここもお湯が出るんですよ。うん、で、シャワー使うときは、これを使うんですけど、うん、これでこう浴びるみたいな感じなんだけど、こうやってできるから、これでこういけますと。うん感じなんだけど、なんで今日はちょっとこれで今お湯を出して何分間お湯が出るかやってみようかなと思います。はい、現実的にどれぐらいでシャワーできるか分かってくるでしょ。本当はこう使うけども、でここに排水があるから、はい、これであとこのシャワーカーテン、これを一周させれば濡れずにできるんだけど、出します。はい、シャワーこう出てきて、こうやってこれでシャワーになるね。うん、でこっちにやるとお湯なわけよ。でもうお湯できてるからすぐ出てくると思うんだけど、ちょっと最初時間かかるかな。なんか水圧すごい弱いね。そう、こっち弱いんだよ。これは髪長い人は、髪ロングヘアで量が多い人はなんか超時間かかりそうだよね。じゃあここで今もうこれでちょうどいいぐらいのお湯が今出てるんだけど、何分間連続で出せるか。何分出ればいける？一人？うん。なんか前私リール作った時に、なんか一人10分ぐらいっていう。あ、めっちゃ気持ちいいお湯これ。1泊2日で歯磨きとシャワーでどのぐらい使うかって計算したんですよ。はいはいはい。リアル実験じゃなくて。それでやった時なんか一人6分だっけな。6分でも出しっぱなしじゃなくない？止めればね、うん、基本止めたりもするから、うん、出しっぱなしで使うって家ぐらいじゃん。そうだからなんかすごい皆さんのもこういったシャワーの実験してる方のも研究したら、やっぱ節水をすごくしてみたいな状態だった。ちょっとこう綺麗な水を捨ててもったいないんですけど、はい、ちょっとね実験のために。でも今のところね全然まだまだ浴びれます。浴びれます全然。弱いよね。弱い。でも本当汗かいた体を流すなら、十分。まあね、ちょっとこうさ触ってないと温度がね分かんないんで。いつ変わったかが。タルちゃんふやけるね。だいたいこうキャンプ場のさ、シャワーとかもまあ短いと3分100円とか。そうですね。だよね。3分100円だったらできるだけそれで収めてこようと思うんだけど。私がもう一回課金して余るぐらい。じゃあ6分超マッハでやって髪の毛も洗って。3分ってあれ5分かな。100円。いや3分ってあるよね。だとするとじゃあやっぱだいぶ節水したとして5分あれば5分連続で出ればどうすか？あり？多分女性で髪長かったら5分大変だと思う。じゃあ髪洗わなかったらめっちゃ早いと思います。その課金せず1回でいける。今は結構もう4分ですよ。はい。もうまだ出てるからね。ただちょっとぬるくなってきたかも。もう違うな。ぬるいのも出てきたりする。不安定になってきた。それ冬寒いじゃん。ちょっと不安定。これ温度ちょっと上げないと。確かそれで、そのお湯
を作るタンクのことも考えたら、違う日に今日は太郎ちゃん、明日は私ってやった方がいいねっていう内容の動画を作った気がする。あ、なるほどね。そう、1回で2人はきつい。1回っていうか給湯器1回っていうことなんで、そう、今の流れを2人分この後使いましょうじゃなくて、1人の方がいいんじゃないか。それだって他にもさ、顔洗ったり歯磨きしたりとかって使うことを考えたら、もしくは1回入ったらまた給湯器が溜まるまで待ってから1人入ればっていう感じ。それか、食事前に1人、食事後に1人とかなんかすごいやっぱさ、無駄に待つとかしたくないじゃん。結構長いよ。今もうすぐ6分になります。すごいじゃん。まだいけます。連続だからね。太郎ちゃん疲れた？いや全然あったかいっす。すごいすごい。ちょっとぬるいか。寒い？それで入ったら。いや全然大丈夫。ちょっとこれで温度上げて調整しながら、ちょっと不安定感はあるよねやっぱり。ちょっと熱いの出てきたり、ちょっとぬるいの出てきたりとか。ただ水にはなってないから寒いとかはないと思う。ちゃんとこの温度だと冬は寒いかもっていうわけではない、しかもこの車ありがたいことにさ、そっちも暖房つくんだよね。あ、そうだよ。ここにも暖房の穴が。だからよっぽどなんか寒々しかったら、これすごいじゃん。なんかやっぱり俺の最初のテストが間違ってたんだと思うな。7分になりました。すごいすごい。やっぱりこう水と熱湯を混ぜながら使ってくれるから結構持つんじゃない？どうしてもその出方がその量じゃん、水量と水圧だからやっぱり長く使っちゃうよね多分。ちゃんと流しきらないから。それはそうかも。ショートカットにしようかなもうそしたらさ、毎日さ入ろうって思えるな、この水量で髪の毛毎日洗おうって。男だと坊主がやっぱりとかさ、早いよね多分。そんな使わないよね。あ、終わりそう。ぬるいぞ。今8分14秒。8分。あ、でもまた上げれた。温度上げれた。10分はいけそう。あ、じゃあ1回は余裕じゃない？ 1 回は余裕。コインシャワーで1回行く分って思ったら余裕。あー、ダメかまだあったかいよ。でもなんか勢いが弱くなってる気がする。勢いも弱いね。多分もうお湯の分がなくなってきてるから。要はさ、お湯の水圧と水の水圧足されてたから。あ、終わりっすね。9分17秒。あ、終わった。水冷たい。終了。9分。9分。9分15秒ぐらいでしたね。お湯がないよっていう。さっきのオレンジマークがついてます。すごいすごい。止めながら洗う時は止めてとかやってれば、太郎ちゃん2人分はいけるわ。俺は余裕ね。でもこれはさ、すごい助かる。緊急時に。そうだね。災害の時とかさ、やっぱ体だけでも流せるのは真夏とかありがたいですよね。ありがたい。こんだけ9分回して、水タンク半分。だから4分の1減ったけど、これちょっとあんま当てにならないんで、さっきのパンパン状態からパンからあ、でも全然いや全然入ってる。3分以上入ってるよ。半分以上入ってるね。それこそ4分の3ぐらい入ってるから、今ので多分20リッターぐらい使ったのかな。今20から30リッターぐらい使ってるかな、10分で。30リッターか多めに見て、120リッターってだいぶ余裕があるんだと思うんだけど、日本車のキャブコンで結構60リッターっていうのよく聞くんですけど、清水タンク、それだとしても10分浴びて、今の水圧だったらね、2回分はやっぱ水ありますねっていう感じだね。はい。どうですかね、感覚的には。思ってたより。思ってた通りぐらいです。思ってた通りぐらいまあでもトータル使ってみてもよかったなって思いました。体だけ洗った日とかもあるから、お風呂屋さん行っても、時間なくてとか。今度実践できるね。そうですね。もう真夏じゃないし、そういう日を挟んで使ってみてもいいかも。ね。あと冬とかお湯で顔を洗えるのもありがたいし。そうだね。化粧を落としたりとか。雨降ってきた。そう、やっぱり結局雨。じゃあはるぴん次、トイレの説明をやっていきたいと思います。シャワーはもう OK これで。次がここのトイレ。トイレをどういう感じで使うのかっていう。ちょっとこれ開けますんで、もう嫌な人はここで
見るのをやめてください。便器が出ますから。はい。じゃあ開けますね。まあ、って言ってもこういうなんだろうな、こういうトイレって何、飛行機とか、新幹線とか、とかでよく見るよね。まああれは電動だと思うんですけど、それの手動バージョンになります。この下に20リットルかな、ぐらいのタンクが、汚水タンクが入ってて、そこに全部沈めていくんだけど、僕らはこれ使うとしても小のみですね。大では使ったことない。で、小のみで使ったり緊急時はするんですけど、使い方的にはただここに落としていくんじゃなくて、うちが使ってるのは、これもいろんな人に教えてもらったんだけど、このアクアケムグリーンっていうこの薬剤を一緒に使って捨てていくんだけど、これが何かっていうと、要は消臭剤になるんですよ。でこれ入れとくともう色味とかも全部なくなっちゃうから、汚水の色もこれの色になるから、台をしたとしても溶けちゃうらしいんですよ。でこのアクアケムグリーンってやつは浄化槽に捨てても OK ってやつ。浄化槽の中って確か微生物だっけな、循環してるんだけど、それを殺さず使えるってやつですね。トイレとかにも捨てて OK っていうやつ。これのなんだっけな、ケミカルブルーみたいな名前のやつかな、あるんだけど、それは微生物も殺しちゃうらしいんだよね。すっごい強くて、強すぎてダメっていうのもあったんで、俺それ間違えて一回買って、結局一回も使えてないっていう、これをこのタンクが空の状態、今まだ空なんだけど、の状態に混ぜておく。気温が15度から30度の場合は水3リットルの使用量あたり75ミリを入れると。一応ここにメモリがついてるんで、これ見ながらなんとなく入れる感じだと思うんだけど、ちなみにここの洗浄水も、さっきの水タンクから持ってくるって感じ。全部同じところから水持ってきてくれるんで、これ押すと水が出るんだよね。こんな感じで。で流す時はこれひねるみたいな。ただ勢いよくひねると跳ねるんで、俺はゆっくりこうやって捨てて閉じる。それはハルピンも知ってるよね。もう一回溜めますね。こう水溜めて、ちょっともったいないから少なめにしますね。用を足すわけじゃないから、本当だったら75ミリ入れると。ただあれロックが取れなくなっちゃった。これロックかかってんすよ。これこうやってこぼれないように。そう本当はこれ押してひねると開くんだけど、滑っちゃうんだけどダメじゃん。これ閉めることできるのに問い合わせ先がありました。ここに書いてあった。担当がいないということで、ちょっと分かんないっていうんで、折り返しまた電話来るんだけど別日になっちゃうっていうことで、今開かないので、困るね。でもそれじゃね、旅先だったら2本これ結構ホームセンターで売ってなかったりするから、Amazon とかで買うんだけど、2本持ってた方が安全かもね。とりあえず今日は使わないでおくわ。一応これをその適量入れてあげて、ここにね、今さっき溜めたやつ、ここにジャーって適量入れて、で流しちゃうと、こういう感じで、流しておけば次からは普通に使えるという感じです。使う時もまた一緒で、水を少し溜めて、ここに用を足して流すっていう感じ。でこのアクアケムグリーンに書いてあるのは、ポータブルトイレの汚水タンク用消臭剤です。汚水タンク内の排出物の分解を促進し、ガスの発生も抑えます。凝縮タイプなので経済的です。ロックキャップなので誤ってキャップが外れることはありません。一生外れることがなくなりましたけど1回の使用で最長4日間効果があります。今日今入れたとしたら4日間の間には1回タンクを捨てないといけないって感じですね。どうしても捨てる場所がなかったらまた足すとかね、感じじゃないかな。で本当はこれで使いたかったんですけどしょうがないんで、ちょっとじゃあ次汚水タンクの方行きますか。色があったら見えないのか。では汚水タンクです。ここに
タンクがいます、でここのタンクをこう引っ張り出して、これだけで、俺いつもここにタオルを入れてるんで、これ持って、RV パークだったら、RV パークの指定の場所、ダンプステーションってとこに捨ててくれって多分なってると思うんで、そこに捨てるんですけど、家の場合は浄化槽に捨てます。はい、これをここに捨てるだけですね、こうやって。で勢いがない時、出口が1個しかないから勢いが足んなくなったりするのよ。このなんかボタンを押すとドバって出たりするんだけど、それはタンクによって違うかもしれない。尿の色とかもしてないから。そう、アクアケムグリーンを入れると、本当にグリーンの色になっちゃう。全部ね、全然わかんないよね。台とかもね、全部グリーンになっちゃうらしいよ。溶けちゃうみたいです、全部。まあこれで OK なんだけど、洗ってあげてもいいんじゃないかなっていう感じです。ほとんど薬剤で溶けちゃってるんで、あんまりなんか、まあしかも身内のものだから、あんま汚さは感じてなくて。もしかしてボットン便所のものを物を処理するって考えて想像してる方がいるかもしれないけど、全くそういう状況じゃなくて、そういうなんか辛さはないかな。緑の液体に全てがなっているっていう感じです。これだけですね。本当よっぽどハプニングがなければ、このタオルも使うことないんで、飛んだりねって感じですね。で、まああと浄化槽閉めて終わりです。マンションとかでさ、浄化槽なんかないしっていうパターンの場合は別にトイレに流せば。便器は傷まないんでしょうかね。便器は傷まないと思いますけどね。そもそもだってこういうのに入るわけだから。その薬剤が、もしかしたらその撥水コートとか落ちちゃう可能性あるけど、なんかそんなようなのどっかで見た気もします。トイレでも流せるけど、そういうのが嫌だったら RV パークとかキャンプ場でダンプステーションあるところを最終日にして捨てさせてもらって帰ってくるっていう手もあります。ありますね。ただ、やっぱり何日も貯めておきたくないから。だから結構うちら使ったら、北海道の時も1日おきとかになんかできるだけブラックとグレー OK なところ挟んでたけど、ここが、ここがさ、さっきの便器から見た時の穴がこれなんですよ。ここがカチャってやるとこれが連動してポコってスライドして開くんだけど、でまた閉じると勝手に一緒に閉じるみたいな感じなんで、もうこの状態のまま入れてあげればセット完了っていう。すごいよね。ここにも書いてあるけど、文字とかじゃないけど、これがこうでこうみたいな、あれですね。IKEA 方式ですね。IKEA スタイルで書いてあるけど、ブルーはちょっと危ないみたいよ。ケミカルすぎて、薬剤が強すぎるみたいな。じゃあ最後に、グレータンク。さっき今捨てたのは汚水ブラックタンクですね。排泄物はブラックタンク、で今から捨てるのがグレータンクっていう、さっきのシャワーの排水とか、そのキッチンのところのシンクの排水とか、要は生活排水ってやつかな、はグレータンクっていうらしいんだけど、それを捨てます。これちなみにバケツね。これすごくない？でかい。こんななってて、このサイズになるっていう。でかいよね。でかい、すごいこれ。よくあるやつですね。で直接下に落とすみたいなシステムが結構あるみたいで、それだと楽なのは、その排水溝のところに車持ってって捨てていいよって言われるところ、あとは家の排水溝とかに車持ってって直接捨てるパターンと、捨てるところがなかったらこういうバケツに落としてバケツを捨ててくるっていうパターン、どっちかになると思うんですけど、どこでもできるのはこのパターンかな。これにちょっと排水しようと思います。ここでレバーをひねると水が出ますね。おお、ギリ。
めっちゃギリだったね。ギリだった。本当だ。ちょっと奥なんだな。こういう感じで排水ができるっていう、全部じゃないんですけど、これをその各自分家の排水に捨てるって感じですね。はい。ちょっと捨てていきます。乾かしとこう。はい。そんな感じで出てくるから、キッチンの排水もだから基本的に何かを作ったりした後、洗う時もキッチンペーパーで極力固形物とかは全て取って拭いてから、水分系のものだけを食器を洗ってる感じにしてます。なるべくドロドロしないようにしているっていうか、油もんとか、カレーとかだったらもうほぼ拭き取って流す時にはあんまりもう何もない状態で洗い流している感じ。はい、ということで、以上キャンピングカーの水回りの実験だったんですけど、なんかこれだけ使える設備になってると結構なんか暮らせるかなとも思うんだけど、実際うちはやっぱトイレとシャワーってほんと緊急用みたいな感じにはなってますね。やっぱりその給水排水常にしなきゃいけないから、あんまりこうできるとこがどこ調べてないからさ使ってないんだけど、いざとなったら9分半シャワー使えることが今分かったんで、一泊のキャンプとかだったらここでもいいかなって思っちゃったよね。どうなんでしょう、皆さんの中で、例えば今のような作業の流れを見てみて、トイレを流すタイプのおトイレがいいって思う方と、やっぱりこうよく災害時用に売り出されている、固める凝固剤とかが入ってたりとかしてゴミとして捨てるタイプだったりとか、今話題のラップポンだったりとか、いろいろな形があると思うんですけど、トイレがあった方がいいかなくてもいいかっていうのもそうだし、あった場合はどっちの方が処理が楽か、ゴミになるっていうことはで溶けて見た目がなくなる状態、液体にはならないけども捨てればいいっていう確かに楽さもあるし、どっちの方がいいっていう考えの方が多いのかなとは思いますけども。そうですね、なんか僕の個人的には小だけなんだったら別にこう水洗でもいいかなとは思ってるんだけど、ラップポンの方が楽だとは思うけど、常にゴミ持ち歩いてないといけないとか、捨てれるとこがあるまで多分経済的でもないよね。おそらくコスパは結構悪いと思うんだよね。それで、前に一度ちょっとショート動画を出した時にコメントをいただいたのが、やっぱり経済的じゃないから自分で、作ってトイレシートだったり、猫綱だったりなんかいろいろ駆使して作って、安く使ってますっていう方も結構いらっしゃって、どんな風にするのが一番いいのかなとは今も瞑想中ですけど、トイレに関しては確かにこうもうそもそも使いたくないっていう人もいるし、こういうマルチルームいらないっていう意見もあったり、結構半々だと思うんですよ、コメントとか見てても。そうですね、どんな旅のスタイルかにもよりますし、やっぱり田舎の方に行って長く滞在してとか旅をする人にとってはあった方がいい気がしますけど、パパッと行って帰ってくるからでそう山奥とかも特に行かないしっていうなら、ない方がね、作業が楽になるかなとは思うんですけど、そうですね。で僕らも今のところはこの車せっかく中古で買ってついてるから、使ってみようっていうことでやってみてるけど、あとはね、せっかく今日知ったその9分半のこともあるしさ、あれ9分半のね件もあるんで、新車で買うなら、シャワーとトイレいらないかなとも思ってます。本当にさっき言ってたねラップポンみたいな、緊急用トイレっていうのはあったら便利かなと思うんですけど、大渋滞に巻き込まれて雪がすごくて止まったとかね、常設ではいらないかなっていうのが今の本音ですかね。でシャワーに関しても今みたいに使えたら便利だけど、やっぱりこの給水の問題、1回に30リットルぐらい使うとか、お湯もねガス使うし、うちの車の場合はお湯もガスで作るんで、ガスがなくなったら
買ってこなきゃいけないわけですよ、ガス管。その辺もこの地元には買えるところあるけど、出先で LP ガス買えるかわかんないとかね、あるとなかなかこう使えないんじゃないかなとも思ってて、旅用の車としてはシャワーなくてもいいのかなと思ってるんだよね。水道は欲しいけどね。キャンピングカーライフを送ってる人たちの動画とか見ると、やっぱり何かしら工夫して、お皿にこうラップ敷いてその上にご飯乗せてたりとか、極力汚れないようにみたいな、確かに思ってたんですよ。その水道あるのに、なんでそんな汚れないようにねしてるんだろうと思ったけど、なんか分かりましたね。そう、ガチでは、そんなに使わない方がいいなっていうか、落ちないものをゴシゴシ頑張るほどお水の量を使うわけにもいかなかったりとかすると、あんまり良い方法ではないなと思って、砂糖のご飯チンしたりとかで変えてっちゃったんですけど、やっぱり水道は簡易って思っててもいいかなってうちらは思っていて、顔を洗ったり歯磨きができればいいかなって思ってますね。ぐらいですね。繰り返しですけど、この車中古で、せっかくいろんな設備がついてたんで、使ってみようっていう。そうですね。また買い替えとかをするならこういうポイント見ていこうかなと思ってますので。はい。だってさ、一番最初にキャンピングカーっていうものを知った時に、やっぱりなんかシャワーとトイレがついていてみたいなのって、もう勝手に思ってたわけじゃん。最高じゃんってね。そう、だからなんかそれをこうどのぐらいまでに使っていけるかっていうリアルを実際に体感できてよかったなとは思ってますので、もちろん便利なんだけど、やっぱりそのインフラとかがね、ちゃんとしてなければ使えるものも使えないから、そうですね。給水するとこと排水するとこみたいなね、キャンピングカーを買い替えたりとか、これからキャンピングカー探したいなとか、そういった方にねちょっとでも参考になればなと思っております。これ安いキャンピングカーですけど実験はできますんでそうですね、違う内容でもね、キャンピングカーについてこういう動画も出していきたいなと思いますので、ぜひチャンネル登録の方しておいていただけたら嬉しいなと思います。よろしくどうぞ。あとはなんかこういうの気になるから検証してほしいんだけどっていうのがあったら、全部できるかは分かりませんけども、もしそういえばそうだねって私たちもね思うこともあると思うので、コメントねいただけたら嬉しいです。だってコメントいただけたら嬉しいです。嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなり。さよなり。斉藤でした。喋るたびにニラの匂いする。そんなに？歯磨きしたんだけど浴びたからかな、もうどっかについてんかなニラ汁。